はい、どうも皆さんこんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。やっていきたいと思います。これが公開されている頃にはメインチャンネルでもセカンドチャンネルやりますみたいな感じで宣言してると思うんですけれども、バクッとこのセカンドチャンネルで投稿したい内容についてお知らせしますと、今現在進行形でやっている断酒のことだとか、それに関して気づいたこと、感じたこと、思ったこと、こういうのが役に立った、こういうのがちょっときつかったっていうのもばっくりと共有して、もし何かしらの習慣をやめたいとか思っている方のきっかけになればなと思っております。あとは私個人宛てに来てる Q&A とかに答えていきたいっていうのと、あと私かなりの時間を海外のポッドキャストを聞いて過ごしていて、その中で私結構共有したいなっていうのがちょくちょくあるので、それもご紹介できたらなと思いますので、どうぞお付き合いください。では今日の動画のトピックなんですけれども、禁酒して約2週間ぐらい経つので、そのレポートと、あと私に来てた Q&A の中で新しい習慣について、それに関してはカムトレについてご紹介したいと思います。で、最後にポッドキャストで聞いた世界にいろんな中毒あると思うんですけども、例えばアル中だとかギャンブル中毒だとか、あとドラッグの中毒だとかいろいろあると思うんですけども、もし自分の中で折り合いをつけてどの中毒をあえて選ぶかってなったら、その基準となるものは何なのかっていうのをポッドキャストの中で聞いたので、ちょっとお伝えできればと思います。はい。で、禁酒2週間目なんですけども、今のところ順調で、特に飲みたいとも思わないですし、以前の私のことを考えるとよくこんなにもう我慢っていう感じでもなく、アルコールを取ろうと思わない、酔おうとも思わない今心持ちで結構不思議だなと思うんですけど、ノンアルコールビールをたまに飲んでるので、それは酒の味が恋しいのかもしれないですけども、実際にそのアルコールを取りたいだとか酔いたいだとかっていうのは今のところ全くないです。2週間目だからそんなもんかもしれないですけど、私結構行きつけのレストランが近所にあるんですけど、1週間に1回とか2週間に1回とか行ってるんですけど、以前の私だったらそこで1杯2杯とか飲んで帰ってたんですけども、そのご主人たちにちょっと1年間禁酒するのですいませんみたいな感じで、ちょっと普通よりちょっとお金使わなくなるのかなってちょっと引け目を感じて、それを宣言したらすごく快く受け入れてくださって、私が懇意にしてるメキシコ料理屋さんはわざわざノンアルコールビールを数種類用意してもらって、なのでそれも食事に行った時は飲んで、余計に1品頼んでって感じで、会計的にもあんまり以前と変わらずトントンな感じで、そんなに引け目に感じることはないのかなと今のところ思っております。で、2週間経って3週間目1ヶ月目を迎えるにあたって、次試したいのが、私飲み友が3人ぐらいパッと思い浮かぶ人がいるんですけど、その人たちと実際に飲みに行ってみて、その方たちは全然、それぞれ飲んでいただいて構わないので、私はノンアルコールビールもしくは別のものを飲んで、果たして盛り上がるのか楽しいのか、はたまた私がその方たちが飲んでるのを見て飲みたくなるのか、酔ってる方たちをシラフで見てどう感じるのかっていうのもちょっとそれも試してみたいと思いますので、それを今後共有したいと思います。今のところ2週間目何の問題もなく、飲んだら正直に言いますので、一滴もまだアルコールの入ったものは飲んでおりません。夜飯以外ね、夜飯そろそろ終わるんで、夜飯今残ってるものが終わったらもうそれも立ちます。で、次に私個人宛てに来てた Q&A で、メインチャンネルの復活動画で以前やってた瞑想とかサウナをもうやめて、それをひっくるめてブラジリアンジュースでやってますみたいなことをおっしゃってたんですけど、最近新しく始めた習慣ありますかみたいな感じの質問が来てたんですけど、ちょうど今年になって始めたのがカムトレといいますか、ガム噛むようになって、日本に帰って聞いてパッと気づいたんですけど、結構ガム噛むこと自体があんまりマナーよろしくないから、みんなガムあんまり噛んでなくて、だからミンティアとかそういうちょっとタブレット状なものがブレスケアとして主流になってるかと思うんですけど、日本では。でも咀嚼することって多分現代人、特にもしかしたら日本人に足りてないかもって思い始めて、で以前私かなり昔に作った動画でミューイングっていう
この下の位置を上顎の天井にくっつけて、それを常時習慣化することによって徐々にこの顔の形をちょっとジョーラインが発達して、一つの欧米の美の象徴とされている、ちょっとこれ日本と違うからちょっと面白いんですけど、このエラをこう出すというかジョーラインをはっきりさせる、で頬骨も少しこう盛り上がらせるみたいな、顔の下半分を引き締めさせる、それを 4,5 年ぐらい前に結構全世界で結構バズって、それ結構賛否両論あって、一応私も動画作って、もし興味のある方はこの右上か、概要欄に貼っておくので見てほしいんですけども、それに合わせてそれと同時期に流行ったジョーサイズだったかな、ジョーサイズっていうこれぐらいのゴムボールを噛んでこう噛む力を鍛えて、この表情筋だとかこの顔の下半分をがっしりさせる、しっかりはっきりさせるみたいな顎を鍛える器具が流行ったんですけど、これも賛否両論あって、やるかやらないかも本当に個人の自由って感じなんですけど、でもそれにしても私たち柔らかいもんばっか食べてるので咀嚼してねえなと思って、ガムを噛む習慣を取り入れようと思って、でその時に普通のガムじゃなくて硬いガムがいいなと思ったんですよ。なんかジョーサイズじゃないですけど、硬いガムをこう噛むことによって唾液とか出て口臭予防にもなるかと思うんですけど、それよりもちょっとこう顎を少しでもこのガムを噛む習慣でつけたいなと思って探したらありますね。多分アメリカの方があると思うんですけど、 Amazon で見つけたこのスポーツ用ガム、一定の硬さで噛み続けられるスポーツ用ガム、ロッテから出てるギアってやつですね。これ特に硬いってわけじゃないんですけど、一定の硬さが長時間続くっていうことで、普通のガムって噛んでると柔らかくなると思うんですけど、これに関しては多分1時間ぐらい噛んでてもずっと硬さが一定で噛み続けられるということで、これ私はランニング中、朝ランニングしてるんですけど、それ30分か40分ぐらい、外に出てる間はずっと噛んでて、これを習慣化してますね。果たしてミューイングとかジョーサイズとかのビフォー&アフターみたいな感じでそこまで変わるかって言ったらちょっと微妙なんですけど、これを1年後に見返してここら辺が変わってたら面白いなと思ってちょっとやっております。なので新しい習慣としてこのスポーツ用ガムギアを噛み始めました。値段的にもあんまり普通のガムと変わんないと思います。味は普通です。で最後にシェアしたいのが、私がポッドキャストで聞いたどの中毒を人生において選ぶかっていうことなんですけども、このポッドキャストが私がよく聞いてるティオ・バンっていうスタンダップコメディアンの人で、この人かなり独特のユーモアなセンス持ち主で、ルイジアナ州出身だったかな。結構南部の田舎の方で訛りも結構独特で、それもまたちょっと面白さに拍車をかけているスタンダップコメディアンの人がいるんですけど、その人とおそらく日本でも知ってる人多いかもしれないですけど、昔確かアンソニー・ロビンソンっていう名前でやってて、最近トニー・ロビンスって名前を変えた、なんで変えたのかいろいろありますけど、すごい190ぐらいあるでっかい人で、なんかこうパワーポスチャーとかをこうやってる人なんですけど、その人のなんかこう対談でティオが自分の過去を結構正直に言う方なんですけど、その人が過去にドラッグ中毒だとかアルコール中毒とかになっていて、で今は英語で言うソーバーな状態になっていて、ドラッグもやらない、もうお酒も飲まないのが確か2年ぐらい続いてると思うんですけど、過去の経験について話していて、でその時にトニーが、いろんな中毒があるけど、中毒っていうのはイコール、熱中してるっていうことだから、見方を変えればその対象を選べば、それがあなたの、精神面でも肉体面でもいい効果が得られる中毒症状、もしくは熱中してる状態に持っていけるかもしれないねっていう話になっていて、でその時のその何を選ぶかっていう基準が、質問が5つあって、それをティオが例えばアルコールを飲んでる、もしくはドラッグをやってる状態を想像してもらって、トニーがティオにした質問が、1が Does it make you feel a variety person？variety person って日本語で訳すと、なんかそれをすることであなたは豊かな人物になれますか、もしくは豊かな人物だと感じることができますかっていう質問1で、もう一つがDoes it make you feel significant？
それをすることであなたは自分が大切な存在に思えますか？それはもしかしたら誰かにとって、もしくは何かにとって、これが質問に。で、3つ目が Does it make you feel connected？ それをすることで誰かもしくは何かと、これ何かって多分自然とかでもいいんですけど、人じゃなくてもいいと思うんですけど、つながってると感じられますか？4つ目が Does it make you feel like growing？ それをすることであなたは自分が成長していると感じられますか？5つ目が Does it make you feel contribute to others？それをすることであなたは誰かにもしくは何かに対して貢献していると感じられますか？確か5つの質問だったと思うんですけど、概要欄にその切り抜きがあったのでそれ貼っておくので、英語の勉強にもなるし、もしよかったら確か日本語字幕も自動生成で出てるので、もしよかったらチェックしてほしいんですけど、この5つの質問をトニーが、ティオに投げかけた時に、ティオがアルコール飲んでるもしくはドラッグをやっている時の自分の想像したら、その質問の答えに対するイエスノーが全部ノーだったんですね。豊かな人物になれますか？大切な存在だと思えますか？誰かとコネクトしている感情はありますか？成長してると実感できますか？誰かに貢献してますか？これ全部ノーだったんですよ。ティオが最近ハマっているランニングを想像してみると、その5つの質問に大体4つぐらいはイエスって答えられたんですね。結構これシンプルだけど何をするかの基準に役立ついい質問だなと思っていて、私もお酒を飲んだ状態でその質問投げかけられたら多分イエスって答えられるのが、飲んでる時にその対面にいる方と確かにコネクションは感じられるんですけど、他のもの、例えば貢献してるかとか成長してるかとか自分が大切な存在に覚えるかだとか豊かな人物になれるかとかっていうのはイエスとは言いづらいことだったので、それを例えばブラジリアンジュースに置き換えるだとかランニングに置き換えるだとか、こうやって YouTube で発信してることだとかっていうのを置き換えると、5つ中4つぐらいはイエスと答えられるものなので、もしいろんな物事に囲まれた状態で何かを選ぶときに一つの基準としてシンプルでいい質問だなと思ったのが、この5つの質問でご覧になられている方が、これ私例えば買い物中毒とかもそうだと思うんですけど、それをすることによってこの5つの質問にどれだけイエスって答えられるかっていうのはちょっとエクササイズとしてやってもいいんじゃないかなと思っております。私そのお酒をやめようって決意した時ぐらいにランニング中にこの会話が流れてきたので、なるほど分かりやすいと思ってきっかけになったと言いますか、自分の中でのマインドがクリアになったので、もしよかったらこれやってみようかなって思う時にこの質問を自分の中で問いかけてイエスが大半だったらやってもいいんじゃないかなと思います。すごく単純ではあるんですけども、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、このチャンネルを運営していく中でもこの質問は大事にしていきたいなと思って一発目に持ってきたんですけど、やっぱりやるからにはこの5つの質問でこれをすることによって新たな気づきがあるのかだとか、こうやって視聴者の方とコネクトすることもできるし、こうやって私が聞いたことを発信することによって貢献もできるかもしれないし、やっていく中で豊かな人物になれたらいいなと思いますので、この質問は結構念頭に置いてやっていきたいなと思っておりますので、これからもお付き合いいただければと思います。はい、では今回の動画は以上でございます。こんな感じでサクッと撮ってサクッと出して共有できればと思いますので、週1ぐらいで投稿できたらいいかなと思っておりますので、ラジオ感覚であんまりこの絵面も変わんないので、これルームツアーまたやりますね。またガラッと変わったので気長にお付き合いくださいませ。はい、では、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。